見えないから面白いです。トップの見える面白さとジグの見えない面白さ。まあ僕オフショアもやるんで、オフショアでのジギングをショアにもちょっと考え方を持ってってるんですけど、オフショアって水深100メートルとか、その中で例えば魚探でボトムから20メートル30メートルに反応がありますよって言われると、じゃあその20メートル30メートルっていうのを、その棚をどうジグを動かして食わせるかっていうのをやらないと、釣れる人釣れない人がそこではっきりするわけですよ。でこの人に当たるこの人に当たらないっていうのを散々見てきてて、そうなるとやっぱり水深100メートルでも丁寧にやるんだから、ショアの浅い水深っていうのはもっと繊細にジグをコントロールする必要が出てくると思ってるんです。僕にとってこのメタルジグ、これってシンキングペンシルと思って使ってます。どうしてもこうショアでトップで出ない時にジグを使うことによってやっぱり貴重な一歩をひねり出すってことがやっぱ可能なんですね。どう通してあげると長くこのジグを漂わせられるか。でそうなるとロッドで思いっきりしゃくって早く巻いてっていう釣りよりも、結局この棚を外れないように上手にこう、オフショアなんかでもそうですけど、もう首振るような感じですね。僕の感じとしてはもうジグの頭をこう振らせる感じ、これぐらいで追わせといて、で棚外れる前にもう一回スッと下げてあげる。それを例えばベール開けて落とすこともあるし、もうロッド戻してあげてラインスラッグ作って一瞬フッと落としてあげるとか。オフショアのジギングタックルって64だったり65なんですけど、ほぼほぼ、ボトム取ってこれぐらいのしゃくり幅なんですね。でそれをショアでやるためにはショアロッドで、ロッドのティップの振り幅をオフショアのロッドの振り幅ぐらいでコントロールしても食うんじゃないのって思ったのが最初だったんですけど、それやってあげるとその時もう爆発的に釣れたことがあって、昔のジギングってこうですよね。ショアジギングってこうですよね。これで食う魚もいるんですけど、もう今3回しゃくっただけで多分ボトムから5メーター以上離れてます。止まったらアクションするわけですけど、ボトムコントロールする場合はこれぐらいですね。もう僕の場合これぐらいでやります。海底からなるべく離したくない。もう離しても5メーター以内で、離れすぎたなって思うと一瞬だけでもベール開けてラインスラッグ出してベール戻して落とした後にすぐ次アクションやります。これをフリーフォールでやっちゃうと次しゃくり上げる時に根がかりする可能性があるので、そんな感じでコントロールしてます。だからこういうアクションをやるとそんな体的にもきつくないです。時にはリーディングでスーッと泳がしてあげたりとか、オフショアのジギングやってる感覚ですよね。できる限りロッドティップそんな動かないです。ジグの頭をフラフラさせるぐらいです。でちょっとこの 95H でジグ投げてみてるんですけど、張りがあるだけじゃなくてやっぱりしなやかさも持ち合わせてるので、もうプラグもいけるしジグも全然いけますね。でショートロッドになった分アングラーがどれぐらい入力してあげるかによってその辺の漂わせ方だったりジグの飛ばし方、軽い頭の振らせ方っていうのがものすごく繊細にできるようになってるんですね。でこれがやっぱり強すぎるロッドだと跳ね上げすぎちゃうし、でしなやかすぎるロッドだと飛ばせないしっていうので、本当腕の力の入れ方次第で飛ばす、漂わせる、スーッと泳がせる、ふっと落とす、その辺の感覚がものすごくコントロールする側に伝わりやすくなってますよね。これが今まででも全然良かったんですけど、結局その潮の壁を探すのにはさらにコントロールしやすいです。これどう攻めていくかなんですけど、自分の立ち位置いろいろ変えることによって魚の反応するコースって全然違うんですね。磯ってこういう状態なんで、
駆け上がりがあったり沈み瀬があったりとか、海底の地形ってフラットじゃないので、実際オフショアで例えば沈み瀬あったとします、魚探で見て、でそれに例えば船こう流していってやるわけですけど、この流れが合わないとやっぱ食わない魚いるんですよね。でこれ魚反応魚探見て魚反応出てるのに食わない。でちょっと潮の方向変わってこの線に対して船がこっち側からアプローチかけた時やっと魚が口使い出すっていうのがあるんで、やっぱり背に魚がついていたとしても実際捕食スイッチが入る潮の角度っていうのがやっぱあるんですね。だからそれを考えるとオフショアと違ってショアって同じ方向投げるとしても立ち位置を変えながらジグをアプローチしてあげる。でそこをずっとコントロールすることによってやっぱりジグの面白さというかもっと奥深さは出てきますね。だから同じ方向を投げるのに自分のキャスティングポジションをちょっと移動してあげると完全に今度ラインの軌道が今までの軌道からもう一個下の軌道になります。そうすると背の張り出し方によってはここで根がかりさせる可能性もあるんで、ラインの角度を見ながら自分の立ち位置ちょっと調整しながらアクションかけていきます。でこういった位置からやるとジグの返ってくる軌道全く変わるんで、それだけで魚の反応変わることあります。それぐらいシビアなコントロールをしてレンジを刻んであげないとなかなか食わないやつを食わせることはできないです。でも食うと大変ですよ。ジグの場合やっぱりどうしても食ってくるとこって魚がやっぱりこうストラクチャーとか、食いやすい自分たちに都合がいいとこで食うわけですよ。ボトムからほんと5メーター以内とかで食ったやつってもうあっという間に根にいっちゃうんで、トップで釣る10キロよりもジグの10キロっていうのはかなり難しいです。すぐ下入っちゃうから食った途端前に行ってファイトしなきゃいけないんでっていうスリル、やめれんすよこれはっていう話です。もう水面だけじゃない、見えないレンジをどれだけ自分の中でこうイメージしてこう組み立てていけるか。このジグをシンキングペンシルとして扇状にずっと広く縦の扇状にも深く見えないフィールドをいかに頭の中でこう 3D 化していくかっていうのでもっと釣りが面白くなると思うんですね。